ララジオが初めての陽介くんは、たくさん経験値を積んだ健太兄ちゃんこと、番組冒頭の掛け声を母音だけで教えてくれる母音母音兄ちゃんのもとを訪れて、今日も掛け声を教えてもらうのでした。母音母音兄ちゃん。お、上がれ上がれ。お邪魔します。いや、兄ちゃんの家なんて久しぶりになかったよ。ああ、そうだろお前。ちょうどお前この前プチリフォーム終わってな。やったんだ。ルームツアーしてやろう。お、いいの？見たいよ、ルームツアー。じゃあお前こっちだよ、まずは。動画回しとくね。まずはお前ここがうちのリビングだ。広くていいリビングだね。そうだ。これならあれだね。地元からご家族が来ても平気だね、多分ね。お前まだあるぞ。次の部屋これだ。第2のリビングだ。第2のリビング？いや聞いたことないけど。お前さらに親戚が来ても大丈夫だよ。なるほどね。もう2世帯いけるってわけだ。いけるぞ。いや怖いけど全然いけるぞ。使うかそれ。まあ次の部屋お前も気に入ると思うからな。ほんと？次は見てみよう。何かな、作業部屋？ほら第3のリビング。リビングってリビングしかないじゃん。ああ、そうだよ。もう疲れた。お腹痛くなってきた。もうトイレは？トイレあるわけねえだろお前。お前ここの間取り LLL だからな。うわー変すぎるー。なんだ夢か。お前大丈夫か？お前ずいぶんうなされてたぞお前。いやまあ大丈夫。ちなみに兄ちゃんの家の間取りって何なの？間取り？お前 3LDK だよお前。さあ、なんかお前調子悪そうだな。大丈夫かお前？3LL。おやめてくれお前。お前元気が出るな掛け声教えてやるからよく聞けよ。今日の掛け声はこれだ。おおいいあうおあんあおおおあいおいうあうおおいいあうおあんあおおおあいおいうあう。わかったか？これで番組勢いよく始められるはずだ。陽介頑張ってな。陽介さん間もなくです。お前もう番組始まるんじゃねえか。3秒以内にさっき教えた掛け声叫ぶんだ。広い部屋、武道館ほどでかくないが屋根は取りこぼす。どういうこと？スパイやマサラカ。スパイやマサラカ。それ飲みすぎ。いや飲んでないんだよ。スパイやマサラカ。スパイやのマサラカ。こんばんは。時刻は深夜1時を回りました。スパイボーカル陽介とドラムの健太です。この時間から僕の出身地である福岡から日本中世界中に発信していく番組スパイのバサラカをお送りしていきます。どういうこと？屋根取り逃すってどういうこと？屋根は別に逃げないのよ。取りこぼす、取りこぼすどういうこと？いや正解はね、この時期は、不動産屋の友達、欲しくなるですね。なるほどね。そろそろね、3月4月に向けて私この時期だね、探し出す部屋を探し出す時期なんじゃないですかね。日付変わって今日は、1月18日、いい部屋の日らしいです。なるほど。いい部屋の語呂合わせにちなんで、大東建託株式会社が制定しました。これから春になって一人暮らしをする人も増えるかと思いますが、そんな皆さんにおすすめの情報を一つ、ホームズが行った本当にこだわってよかった部屋の条件アンケートで1位になったのは何でしょう？でも書いてあるんだよ。書いてあるんだよ。俺も台本にバストイレ別。逆にこだわらなくてよかった部屋の条件は何でしょう？建物の外観。もうそれ書いてある。こだわりすぎて部屋がなくなるよりもある程度のところでビビッときた部屋を選ぶのがちょうど良さそうですね。お二人はこだわったけどそこまでだった条件ありますか？なんだろうな。俺はね、築年数。そうなんだ。それはどっち？こだわってた。こだわってたけど別にこだわんなくてよかった方なのか、こだわってよかった方なのか。こだわんなくてよかった。なるほど。だから外観とかね。外観はこだわる。築年数。築年数は浅い方がいいじゃん。まあそれはそうだね。だから最初はほんと10年って探したけど、結局最後は20年ぐらいで探して、
でそれ以外がもう本当良かったから、うんまあだから設備面はさ、うんまあ、ちょっと怠っている部分はあるがどういうこと足りてない部分だろ怠ったわけじゃないからねそうか古いだけでそうそういうのはあるが、まあそれ以外いいなうんはい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 かな。あとはやっぱバストイレ別というか、俺は最初東京来た時は洗面所はなかったの。でも俺もそうだったよだから、うん洗面所は本当あってうんよかったって今思ってる。そうねでもねこれは俺もそうかもだからその分駅徒歩を捨てたよ。もうあー駅地下を捨てたよ。そうねだから俺もこだわんなくてよかったなっていう部分は近さうんうん駅のまあ車だしそもそもそうだね、でチャリやればなんとかなるし、うんで今それこそ東京だとループとかもあるわけじゃん、う移動手段が、だから駅に近ければ近いほど家賃が上がるから、んその分まあ駅から20分とか離れても、その分を家賃に上乗せするといい物件に住めるなっていう風にはなったからそこは別にこだわんなくてよかったな確かにそれはでかい、っていうのは思うね、うだから案外気にしないってことだね確かに多分ね、ね、お便りもいたはい、ありだいてます、がとうございますありラジオネーム夏みかんさん、がとうございます友達の話なんですけど、はい木曜日がクリスマスだったので友達とお菓子を作っていました、うんいちごを切って間にクリームを挟んだサンタクロースを作っていました。おおすごいうんしかしチョコペンは使い切ってしまい、目を描く道具がありません、うん仕方ないのでアラザンや何アラザンわかんないアラザンやチョコで代用することになりました、うんすると友達がチョコペンの先っぽのプラスチックの部分を持ってこれいいんじゃないと言ってきました私それ食べ物じゃないよと伝えるとなんと友達はチョコペンの先っぽを食べたのでどういうことだから私はだからそれ食べ物じゃなかったってゴミだってと伝えると友達は吐き出し2人で爆笑しました。友達曰くチョコペンの先っぽをチョコだと思っていて私が食べ物じゃないと言ったのは小さすぎてクズだから食べれないよという意味だと思っていたそうです。食べ物じゃないと教えているのに食べている様子がとても面白かったですあこれ本当の友達の話が本来たのね当の友達の話なんだ、あなるほどねいやでもまあ、うんチョコペンってあれだよね多分全部さうん抹茶色だよね。そう抹茶色のまあ食べちゃうよそれ。でも茶色だった可能性があるのかうんそうかチョコだと思ったそうそうってことかそうそうチョコペンだから、ね、ああ、うんいやおもろいこれはいい友達だわ、次だからねこの番組の本当の趣旨の友達の話は次ですからね、ああそうですねそうですねはい今のはフリーでね、はいフリーにさせていただいたってことですね、番組では皆さんからのメッセージまだまだお待ちしてます。メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm 福岡 .jp basaraka@fm 福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイアのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけて実況対象を狙ってください。それではスパイアのバサラカこの後深夜1時30分までお付き合いよろしくお願いします。スパイアのバサラカお送りした曲はスパイアで Just Like This 2025よりバディでした。それではこちらのコーナーに参りましょう。このコーナーはいやわからん皆さんの周りにいうんる友達から聞いたことを送ってもらうコーナーです。僕らは決してあんたの話でしょなんてことは言いません。ぜひ友達から聞いた恥ずかしい話を教えてください。ということで今週も皆さんの友達から聞いた恥ずかしい話が届きました。ラジオネームあやじんさん、ありがとうございます、よすけくんけんたさん、明けましておめでとうございます。あげましておめでとうございます、友達の話なんですが聞いてください。はい、これは友達が実家に帰省した時の話です。うん友達は夜夢を見ていたそうです。うん、トイレに行って気持ちよく用を足していたとか、危ない次の瞬間ハッと目覚めたそうです。おお尻のあたりがじんわり生温かく飛び起きたそうです。よりによって一人暮らしの自分の家ではなく家族のいる実家でやらかしました。友達は当時30後半だったそうです、はい深夜に慌ててシーツとパジャマと下着を洗面所で手洗いし洗濯物の奥底へ。しかし翌日母親にあんた間に合わなかったのってこっそり言われたそうです30後半にもなってやらかすなんてめちゃくちゃ恥ずかしかったそうです。それ以来トイレの夢には注意しているそうです。お二人は帰省の時にやらかしありますかということで、これねトイレの夢が危険だって気づくの遅くない？そうかな。結構20代ぐらいでさ、うん気づかない？俺ね今までトイレの夢で、うんちっちゃい頃ねうん、トイレの夢で漏らしたことはないのよ。あそうなんだ。だから俺は、珍しい、ないかも別に、うんいやだから焦るよ、うん夢の中で焦るのよ。あーやっべえ俺今トイレしてる夢見てるんだ、そうなるよね、うん、でバッて目覚めると別に、うんあ大丈夫えらだからはあるしてないってことでしょ？してない。いやトイレの夢を見てても夢の中で仕切ってないってことじゃん多分。
夢の中でしてるよ。あ、してんだ。すごっ。してて漏らしてないの？してない。乖離してるじゃん、体と精そう、多神が。分帰りしてる。俺だ、やばどっか行ってる。どっか行ってんね。俺結構ね、海とかプールとかなの。あ、だからそっちはあるかも。なんか突然ドバイのブルジュ・ハリファみたいなところから突き落とされてやっべ死ぬって思ったら意外と下のプールに着水できてあったかくなってくる感じね。ある。だからそう水回りだから自分が浮いてる浮かんでる水の中でね、夢とかトイレの夢は俺もうマックスで警戒するもん。もう今それ警戒して夢の中でコントロールできる？できる。あ、そうなの？要はあったかくなってくる前にとかちょっとあったかくなったなって思ったぐらいで起きれる。あ、そう。もう夢の中でお前漏らすぞって思ってるもん。俺ダブル夢見たことあるからね、それで。嘘、すごいね。俺ないんだそれ。うわ、やべみたいな、起きなきゃっつって本当に殺されかけてたの。で、これはなんかを試したの、夢の中で。だからこれは夢だと思って、なんか受けたのね、なんかふわって、じゃあこれ夢だと思って、やばい殺されると思ってふわって目覚めて起きたら、目の前にその殺しかけたやつがまだいて、本当にこうやって襲いかけてきて、うわーってなってバッて目に覚めたらちゃんと起きてた。もうインセプションの世界じゃん。何層まで行ったみたいな。潜ったね、だいぶ。そういうのはだから俺もトイレの夢で直接はない。すごいわそれ。すごいでしょこれ。俺も本当にこの時は漏らしそうだったね。違う意味で漏らしそうだね、それはね。すごっ。はい、皆さんも気をつけてください。はい、続いて、ラジオネームマークさん。陽介くん、健太さん、こんばんは。友達の話を聞いてください。友達は新入社員なのですが、年末の最終出勤日前日、先輩から明日は社内の挨拶だけで午前中には大体終わるからカジュアルな格好で来ていいよと言われました。友達は帰りに予定もできたので少し気合を入れて完全私服で出社、朝一おはようございますで会社に入った瞬間、他の人は全員ほぼスーツ。どうやら友達だけカジュアルの解釈がずれていたらしいです。先輩にちょっといじられながらそそくさと午前中で帰ったそうですと。あるよね、こういうこと。カジュアルな格好で来ていいよってことは私服じゃダメなんだ。オフィスカジュアルだろうね。でも冬のオフィスカジュアルってなくない？もうネクタイしないぐらいじゃん。まあだそういうことでしょ。だからそう先輩が言ってるカジュアルでいいよっていうのは多分そんなにもうゴリゴリスーツじゃなくてもいいけど、ネクタイ要はジャケットだったりとか、ジャケットにそうなんかシャツじゃなくてもいい、シャツじゃなくて T シャツとか無地の T シャツだったらいいよみたいな、そうとかロン T とかでもいいよみたいなっていうことだと思うんだけど、私服はまあダメかもしれんね。まあね、会社にね。まあでもちょっといじられるぐらいならまあよかったね。全然いい会社なんじゃない？いやでもさ、むずくない？このさ職業俺らの、まだ陽介って行ったことないっけ？なんかさドラマ系のアニメ系か打ち上げとかってなかったっけ？行ったよ。そうかそうか。その時さ、めっちゃ迷わなかった？どういう格好で行けばいいんだろう？なんか俺とりあえずこういう時は黒がいいんだなと思って、黒のスラックスに普通に黒のシャツで行ったんだ。で、革靴まではいかないけど、まあちょっとブーツっぽいにしたから、まあなんか全然なんか大丈夫だね。半袖短パンはまずいだろうなっていうのは偉い、すごい。でもなんかそれをで意外と周りの声優さんとかが割とラフだったから、ラフだったんだよね。だから次は普通にデニムで行った。なるほどね。まああれも襟ついてるからな。そうね。襟問題ね。そう襟問題あるじゃん。でも俺それで言ったらゴルフの時気使ってたからだから。ゴルフはそうね。ジュニアの時とかはじゃあそれだな、多分この気使う習慣があるっていうのがある。なんかだって通常ないからね。なんか失敗したの？なんかいや別に失敗はしてないけど毎回不安。そういうことね。とりあえず襟はついてら大丈夫かなとは思ってるけど、もう今はさすがにないけど、やっぱずっと不安だった。20代の時とかそれこそなんか打ち上げがありますでもみんないっぱいいます。そうね。何を着てくるスーツみたいな、スーツだと硬いよなみたいな。でもまあ基本周りの人はねスーツだもんね。スーツっていうかまあそれこそオフィスカジュアルみたいなさで来るし、その制作陣側はそれで来るじゃん大体。でもさ、要は俳優さんとか声優さんとかその人たちがどのぐらい
のもので来るか分かんないじゃん。はい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 でさらに言うとさ、多分主演の人が基準になるじゃん多分。まあそれってそうね。そうって考えるとさ、まあでもミュージシャンだからそこからは外れてるじゃんちょっと、まあ作品に関わってるとはいえまた別のベクトルだから、と言われても T シャツ短パンは違うじゃんみたいなすごい狭くなってくるんだよね、考えれば考えるほど。確かに、襟そうまあだから襟がついてるら大丈夫かなみたいなね、大丈夫ってか考えかな、落ち着いたけどむずいよねこの辺のマナーは。難しいけど、まあでもね、これは多分場数踏まないとその解釈がね、そう失敗してこれで覚えたわけだから、もうないでしょ今後はきっとマークさんの友達もないで頑張ってってください。ということでこんな感じで皆さんが友達から聞いた話を教えてください。僕らは決してあんたの話でしょなんてことは言いません。ぜひ友達が言っていた恥ずかしい話教えてください。たくさんお待ちしております。それでは今日はラジオネームマークさんの友達の話からこちらを選曲しました。ブサイクでやっちゃったスパイエアのバサラカ。お送りした曲はブサイクでやっちゃったでした。陽介健太のお悩み相談。この時間からはリスナーの皆さんから送られてきたお悩みに答える陽介健太のお悩み相談です、今週もお悩みいただいてます。ラジオネーム見習いスタンパーさん。はいこんばんは、こんばんは。グループ LINE をやってたら、センスのいいスタンプを打つ人いるじゃないですか。あれってどこで習いますかねよくこの場面で、使えるスタンプ持ってんなってめっちゃ思います私結構スタンプ買うんですけど使えるやつゼロですよ私がセンスのいいスタンプ使い、スタンパーになるために2人が使っているスタンプもしくは心得などあれば教えてください。おもろいこれ学校あるのそういう塾とかあるんですか。ないだろあれはスタンプね、何使ってんだろう。でもさその時々で変わんないきっと。いや変わるよ。だやっぱその一番いいのはセンスのいいスタンパーに習うことじゃない、センスのいいスタンパーが使ったスタンプをそのまま購入するが一番いいんじゃない。あーいいかもね、うわこれセンスよって思ったらそれ買う。でも多分それを使ってたとしても、そのセンスいい人はまた新たなあれを出してくるからそしたらそれをまた買うそれでいいんじゃない。それが多分でも基本じゃない多分その流行とかさ、そういうのってなんだろうな、なんか返事に対して直接的な答えじゃなくて、間接的な自分の思いだったり、周りが思ってるであろう感情を、それをまた間接的に表現できる、なんかワードが入ったスタンプとかが多分センスいいんだと思う。難しいねスタンプをなほぼほぼな使わないね。使わないんだよな。確かに、でさなんかこうスマホとかからだけじゃないじゃん LINE って。俺 PC からも使うし、ってなるとさその同一のスタンプってないじゃん多分。ないってなるとさもうでも PC は PC だよ。多分ダウンロードしてるやつ使える。使えるのあれ、そうかじゃあ俺が使わないだけだなそうなるとな。いや使わなくてもいいもんだって、別に。だって丸びっくりマークあればいけるでしょね。そうなんか色が画面にあるの俺すっごいなんか抵抗があるんだよ結構。びっくりマークが赤とかさ。おじさんだね。おじさん公文と言われる感じ。いやでもなんかさ俺はすごい思うのがああいう LINE とかさああいう系 SNS 系もそうだけど、若い子が使って流行るじゃんその中でグループ内で、多分それが流行じゃん、でもさ作ってるのはおじさんおばさんじゃん、基本的にそういうものだから若い人も若い子いるだろうけど、でもさ高校生とか中学生じゃないじゃん。まあね、で彼らからしたら彼女らからしたらおじさんおばさんじゃん、20代後半とかもね、そうって考えるとさもうだから使ってるセンスいいなって思ったものを多分取り入れるが一番いいんだよね、この出てきたものを使うとかじゃなくて、出てきたものは結局おじさんおばさんが考えたものだから、流行るかどうかも分かんないし、だからやっぱ使ってる人を見てパクる、それしかないよね。それしかないね多分が一番いいと思う。いやそれ頑張ってください、スタンパー。スタンパーのね極意が手に入ったら教えていただけるとよろしくお願いします、続いて、ラジオネームのど飴パクパクさん。陽介さん健太さんこんにちは。私テレビやエアコンの音量をなぜか偶数にしないと落ち着きません15だと気持ち悪くて16にしてしまいます。音量的に15の方がちょうどよくても16にしちゃいます、生活に支障はないのですが性格なのかただの気分の問題なのか気になります。2人はこんなことありますか？俺はね逆。
俺奇数じゃないとね気持ち悪いんだよね。マジ。ゼロはいいの俺の中で、はいだから今20とか、30とかって区切られてるのはいいんだけど、24とか26とかになってると25にしたくなるんだよね。俺なんかあった気がするんだよね。だろうな。いやないわ。でも、やっぱ一桁が好き。ああなるほどね。だからテレビも、9でも音ちっちゃい俺9だよテレビ。音ちっちゃくね9で9って。でもなんかね俺一時期嫌だったのが、ファイヤースティックあるじゃん、アマゾン。あれでまあネットフリックスとか YouTube とか見るじゃん。なんかねあいつのリモコンで音量操作する時だけ、なぜか前の家では、なぜかその時偶数にしかならなかったの。そんなことある今はなんかね、復活してんだけど。あそうなんだだからずっと10で聞いてたのが嫌だった。なるほどね。それぐらいかな。そうか俺そういえばそれ考えるとテレビの素の音量の聞いたことないわそう全部繋いでるから9がどのボリュームなのか分かんねえわ。いや9はまあ普通に聞こえるよ。普通ぐらいなんだ。まあこれはじゃあ偶数統一でもいいんじゃないですかねっていう話ですね。いいと思います。落ち着かないと思う。ということで番組では皆さんからのお悩みを募集しております。小さなお悩みから大きなお悩みまで幅広く募集してますのでキーワードを送ってみてください。皆さんからのお悩みをお待ちしてます。スパイアのバサラカ。お送りしているのはスパイアでキルザノイズです。今日はこの曲に乗っかりながらエンディングです。お便りいただいてます。ラジオネームマリアスさん、よすけくん、ケンタさん、明けましておめでとうございます。どうもおめでとうございます。お二人はおせちは召し上がりましたか？私は2日におせちに飽きてしまったので、どうしてもカレーが食べたくなったので、残った筑前煮をカレーに入れたのですが、お友達に話したらびっくりされました。そんなに意外ですか？根菜も結構カレーと合うと思うんですけど、お二人は筑前煮入りのカレーはありですか？全然ありじゃない。ありだ、美味しそうだね。根菜どうこうっていうんだったらもう人参アウトや。じゃがいももアウト。いや全然ありじゃない。俺だって自分でむしろちょっと和のテイストが入ってね、美味しそうだと思う。全然あり。筑前煮って九州の食べ物？そうなの？違う？がめ煮？それはもう B 級グルメよ。がめ煮って筑前煮じゃないの？だから筑前煮の方言ががめ煮ってことでしょ？そういうこと？だって逆よ。筑前煮は全国区よ。がめ煮はもうローカルよ逆でしょ？そうなんだ。郷土料理なんだ。へえ。じゃああれだね。がめ煮だとちょっとあまりにもローカル感強すぎたんだね。がめ煮でなんでね通じなかったの？でも筑前でできたからってこと？だ筑前ってあるよね。筑前の地方でがめ煮って呼ばれてたけど全国区にするためには筑前煮の方がね良かったってことだね多分。そういうことね。どこでできたか分かんないっていうね。まあでも俺たちは全然ねそういうカレーありだと思います。最後にお知らせです。新曲キルザノイズがアニメ勇者系に処す主題歌に決定しております。配信もスタートしてます。お願いします。そしてバディツアー振り替え公演ゼップ羽田チケット発売中です。そして2月から全国ツアースタートします。福岡は4月5日日曜福岡市民ホール大ホールです。今日もたくさんのメッセージありがとうございました。ありがとうございます。番組では皆さんからのメッセージをまだまだお待ちしております。メッセージの送り先はすべて小文字でバサラカ@fm福岡 .jp basaraka@fm福岡 .jp もしくは FM 福岡ホームページにあるメッセージ応募フォームから番組名スパイのバサラカを選択して送ってください。番組実況も大歓迎です。 X でハッシュタグバサラカをつけて実況対象を狙ってください。よろしくお願いします。そしてこの番組は YouTube や音声配信サービス Spotify やラジコでポッドキャストも公開中です。再編集版の番組本編や番組収録前のアイドリングトークなども配信してますし YouTube の方では字幕付き多言語翻訳も対応してますので世界中のお友達にどんどんお勧めしてください。ということでこの時間のお相手はスパイボーカル陽介とドラムの健太でした。それではまた来週。